ここですか。ここは、そうですね。基本的に鉛筆とか実作業ですね。手作業でやる部分、要するにデジタルとかじゃなくて、下書きからペン入れ、よいしょ。上がったばっかりのカットですけど。こういったのが、原画の、上がりというか作業でやってるやつですね。だからなかなかこの色鉛筆がこう切らしたりして大変なんですけどね結構手に入れたりですね。さっきのは完全な止めだったんで1時間とか2時間ぐらいでやっちゃいますけど、動くカットになっちゃうとこういうの何枚も描かなきゃいけなくなっちゃうんでそうなるともう1枚1時間とかそのぐらいかかっちゃったりするともう枚数分の時間かかっちゃうっていう、で途中でずっとやってるともう手が痛くて続かないって感じになっちゃうんで、そうアニメーターやってると本当にね腱鞘炎になりそうになりますよ。昔から危機感はあったんですけど、漫画とかねそっちの作業の方が全然腱鞘炎にはなりにくいなという、やっぱり、書く量の違いなんですかね。漫画の場合ってペン入れするから鉛筆ってそこまで重要じゃないじゃないですか。ペン入れするための自分にとってのガイドラインみたいなところがでしかないから。ただアニメの場合って鉛筆で描いた絵を次の工程に回さなきゃいけないんで、自分が分かればいいやっていうような描き方じゃ成立しないっていうか、そういう意味でもうかなり負担が手にくるなっていう、久しぶりにアニメやってて一番辛いとこはそこなんですけど、ありますね。一応これが僕が描いた形がアニメの実作業のラストの工程ですね。ここからは動画の作業に動画さんに回って上がった動画を今度は仕上げさんが色を塗ってっていう作業になるので、僕の方でやる作業はここまでが最終的な形っていうかフィニッシュになります。アニメに関しては最近書いた原稿とか漫画もじゃあこちらで描かれてる？全部ここで、書いてます。でこれは時間がなくてデジタルでトーンとか後処理やっちゃったんで原稿が手元に残ってるんですけど、これじゃあトーンない状態なんですか？そうですね。随分これで見れるような。っていうかね漫画描くよう自分で描いて初めて分かったんですけど、あれなんですよ。ペン入れが終わってトーン貼る前の状態で絵としてフィニッシュできてないと漫画って持たないんですよ。だからこれ書く段階で編集さんにも言われたんですけど、スクリーントーンって何枚貼っても黒にならないんですよね。灰色なんですよね。だからとにかく漫画はベタが命だから、要するに黒がどこまで使われてるか、だからもうそれはねトーンでより綺麗に見せることはできるんですけど、分かりやすく綺麗に見せることはできるんだけど、トーン貼らないでも画面が持たないと漫画としては成立してないからっていう。
G ペンはあんまり使わないです。一応たまに使いますけどね。基本的にはニュームペンっていうのかな、シュタインペンっていうのかな、まあカブラペンの一種っていうか、普通のこういうカブラペンみたいなやつなんですけど、強弱ですか？楽なんですよ。そうだな、がさつなというか乱暴に扱っても結構問題なく使えるっていうか、じゃああんまり角度を選ばないペンってことですね。そうですね。G ペンとかってすごいそう角度がくっきりしちゃう。G ペンってね繊細なんですよ。でインクとかこうねつけて使っててだんだん乾いてくるから定期的にこうティッシュとかで濡らして拭いたりするじゃないですか。そういう時に G ペンって横の穴に引っ掛けちゃってそれでこうね拭いたりするのも手間がかかったりするんで、で当たり外れも多いし、丸ペンと G ペンはね外れの確率がめちゃくちゃ高いですからね。もう時間がない時にそういうちょっとしたねところがこう精神的に楽なんですよね。変えたりしなくて済むとかそういうのが。で基本的な線はそれでやって、まあ硬化線とかでよっぽど細かい線が必要になった時とかに G ペンとかは使って、あと裸関係で乳首のタッチだとか、目の瞳の中書き込んだりするときには丸ペンを使ったりっていう。ですね、ネームはこんな感じそうですね、これ全ての工程あるんですよ。ラーメン屋で言えばだしの作り方をしてる。味がもうなんか、あとさっきの本当さっきのページそのまんまですけどね、こんな感じででそれをこんな感じでまず書き起こしてですね、でそれをペン入れするとちょっとページだわ。小さめにじゃあ一回したというかはめれるというか、そうですね、いきなりこのサイズで書いちゃうとね、パースがついちゃうんです、僕の場合。っていうかパースというかこうなるのか。大きいから見えないっていうのはありますよね。そうなんですよね。だから普通のアニメーターさんとか絵描きさんって傾斜のついた机使えますよね。僕苦手なんですよ、あれ鉛筆転がっちゃうから。だからこれってパソコン用の机なんですけど、本来は全面ガラスでなんでちょうど下に適当な蛍光灯買ってきて置いてあるっていう。でもう灯火台としてこれ使えるんで透かしながらっていう。で傾斜がついてないからどうしてもこう書いてるとこっちの方が大きく見えてるんですよね、目の錯覚的にパースがついちゃってるんで。でよくあるのが、まあこのサイズでもそうですし、もっと大きい絵描いたりするとバーッとね2時間とか3時間とかかけて「はあ終わった」とかってこうやって見ると上の方がでかいんですよ。で遠くてパーツがついてる分こういう頭がでっかくて体が小さくなるという現象が起きちゃうんで、だからパッと見に全体が見えるようにできるだけこういう小さな紙で下絵は描いちゃうんですよね。でそれを拡大コピーして書けば全体のプロポーションが崩れなくて済むっていう。まあ特にゲームのキャラクターデザインとかやるときそれが必要になっちゃうんですよね。もう頭でっかちなキャラクターになっちゃうとみっともないんで。そうですね、基本的にはまあ絵に関してはもうとにかくフォトショップですね。フォトショップの 5.5 です。古い。
ていうか6とか7も持ってるんですけど、どうも使い慣れてないんで未だに5.5を使ってて、着色もフォトショッ全部基本的にはだからプ、ティンターとか一切使われてない。たまに使えますけど、要するにセル画っぽく基本的に僕の場合イラストとかでも描いちゃうんで、後ろの背景が同じような形で描いちゃうとうるさいんですよね、絵として。でキャラクターが生きてこないんで、やっぱり普通の水彩画とかそういうタッチっていうので描いた方が背景はいいんで、それはペインターで描いたり。実際になんか使われるものとかは作ってるんですか？基本的にカラーイラストとか塗ったりする時もそうですけど、あとは最近はもうネットでメールでもう送っちゃうっていうのが多いんで、出来上がったイラストとか、本当にだからそういう意味じゃパソコンとネットが普及してくれたおかげでこちらは非常に楽ができるようになったというかそれは先方さんも楽ができるんですけどね、こう張り付かれる確率も減ってきたという昔は結構取りに来てもうずっとここで待ってて「すいませんすいません」とか言いながら2時間ぐらい待ってもらったりとかよくあったんですけど、最近はね何時にアップしますとか言ってて「まだ上がってないですけどどうですか?」って電話で追っかけられて。そうですね、難しいところなんですよね。絵描いてると楽しいかって言われると、出来上がる絵を楽しみにして描いてるんで、要するに描きたいものがあって、それを自分が見たいから描くんですよね。だから、描くという行為が楽しいかって言われると、ちょっと微妙なとこはあるんですよね。これはアニメーターさんとかと最近話してたんですけど、もう本当仕事以外じゃ絵描かないですからねもうちょっとよく言われるんですけど、ちょっと落書きしてくださいとか、落書きのようなんでいいんでサイン見て入れて書いてくれとか言われても困るのがちょっと描けないんですよ、落書きしないんで仕事以外の絵は一切描かないっていうところがあって、そういう意味じゃそこら辺も絵が好きな人間でもないのかなという微妙なとこなんですけど、そういう意味じゃ誰でも頑張ればこのぐらいにはなれますっていうことです。なりますなります。もうそれはだからアニメーターとかね共通のね話ですけどね、よくみんな言う絵描いてる時の顔は見るなっていう笑ってる顔を描いてる時には笑ってますしね、怒った顔描いてる時には怒ってますしね、だからね、怒ってる顔描いてるのはまだいいんですよ。ね、それこそこう愛し合ってこうめでてるような顔してる時を見られたくないじゃないですか非常にみっともない顔してるんでそれはもうなりますね絶対。なんでなんでしょうね